のこだわりポイントからまず説明します。荷物ね、目の前にね並べてます。これつけました私のセカンドカープロボックスで初めてのキャンプに行こうと思います。そうです。もうちょい行けそうぐらいの感じで収まりました。そうだね。最高の車でしたやっぱり見込み通り。はい、ただいま朝の7時でございます。はい、おはようございます。おはようございます。朝日が昇ってきました、で今日は久しぶりのキャンプにちょっと出かけようと思って朝早く起きたんですけど、実はですね、後ろにあるこの前納車した私のセカンドカープロボックスで初めてのキャンプに行こうと思います。そうです。はい、でね、このね1本前の動画はテントをね開封してると思うんですけど、そのね出発の時です。これはそうです、はい、時系列があれなんですけど、で今日これから積み込みするんですよ、今もうね積み込む荷物はここに、ここら辺にねすごいいっぱいあるんですけど、プロボックスにいっぱい積む前に大体ね1週間ぐらいもう乗ってみて、すごいいいところがたくさんあって、この前納車の時に紹介しきれなかったポイントとか、お気に入りポイントとかが結構出てきたので、ちょっと車内を先に紹介してから、積み込んで、荷物もねこれぐらい積みますっていうのも私たちもまだ限界が分かってないので、ちょっと積み込みも一緒に見ながら、そしてキャンプに行き、次回の動画はキャンプという感じになりますので、流れでね見ていただければと思います。じゃあかおりん紹介してもらおうかな。はい、お願いします。ではプロボックスの紹介していきたいと思うんですけど、この前動画をまだ見てない方のためにさらっと説明しておくと、私たちハイエースを持ってるんですけど、それのセカンドカーとして私とかがね気軽に乗れる車が欲しいなと思って、ちょっとこう小さいサイズを探してて、この前プロボックスを納車しました。で今回はそのハイエースのセカンドカーとしてなんでプロボックスを選んだのかとか、プロボックスのお気に入りポイントをちょっと順を追って説明します。 OK？ はい、今ねかおりんのね頭に朝日がいいんだよ頭に登らせなくてじゃあ一応まず基本スペックおさらいしておくと、こちらプロボックスの一番最新型のプロボックスで新車で納車しました。で色はブラックマイカ、グレードがプロボックス4種類あるんですけれども、一番最高グレードの F グレードっていうのを納車してます。はい、ということで一旦ね外装のこだわりポイントからまず説明します。でプロボックスって結構営業の方とかね軽くてすごい走れるっていうところなんですけど、今回乗用車として納車してますので、商用車っていうよりはちゃんと乗用車として見せたいなっていうところで一つこだわりポイントがあります。プロボックスここが普通だと、素地の色でちょっと樹脂みたいなね、感じのちょっとこうマットな質感のやつなんか通常なんですけど、これを今回塗ってもらいました。でこれはオプションで追加できるんですけど、ここ結構こだわりポイントで、これすると普通のただのね乗用車っぽくなるので、すごいここは気に入ってます。そうだね、かっこいいね、普通に乗用車だよね、こうやって見ると。めっちゃかっこいい。でちなみに後ろもなので、後ろも見ますか。後ろも普通はマットなね感じのやつなので、ここも塗ってもらいました。あとはタイヤですね。タイヤは今回スタッドレス履いて納車してもらったんですけど、ホイールはホイールキャップつけて納車できるんですけど、あえてちょっと武骨感を出したかったので鉄鎮にしてもらいました。でちなみにこいつは4駆です。じゃあ中行こうか。中行こうか。大事なのはやっぱ中なんだ。中だね。じゃあ運転席行きましょう。じゃあ運転席行ってください。これがプロボックスの運転席です。これつけました匂いがするやつです。パンダのね。そう、これ小樽で買いました。小樽のレンガで作ってあるパンダの顔の香りがするやつ。今ジャスミンの香り使ってます。でこんな感じの内装なんですけど、結構ねF グレードだとすごい一番ね分かりやすいところだと、ここのねこういうメッキがあるんですけど、これ全部 F グレードらしい。エアコンとかのこうぐるぐるするところとか、さりげないところでねちょっと高級感を出してるらしい。あとはねこのシート F 以外だとここのヘッドレストが外れない一体型のタイプなんですけど、 F はちゃんと外れます。ヘッドレストがいわゆる乗用車で乗ってる感覚で乗れるので、
F にしました。プロボックス自体の利点で言うと、すごいこういろいろ今回買ってよかったなって思うところがあって、まずこの前の納車の動画でも説明したんですが、このね真ん中がコンソールがない分荷物が置き放題っていうところですね。中くらいのカバンいつも持ち歩いてるんですけど、これがもうハンドバッグすっぽり入るのですごい便利です。でもう一つがやっぱね、テーブルついてるっていうのはねすごいいい。私たちだとカメラとかを例えばパーキング寄った時とかちょっとカメラ置きたいなっていう時に今までずっとしまってたんですけど、ここにちょっと置いちゃえばすぐ休憩に行けるのですごい重宝してます。であともう一つすごいと思ったのが、これ携帯入れなんですけど、こうやって携帯が置けます。で今見えないと思うんですけど、ここに AC の100の 100V のコンセントがついてます。でその上に USB させる充電のポートがついてます。なのでここに挿して、こいつに挿したままここに置いて充電できるっていうめちゃめちゃ営業向きの機能が備わってて、でもこれがすごい便利です。では前はこんな感じにして後ろの荷室空間に行きましょう。はい、ではセカンドシート側に来ました。で見ていただくと分かる通り、セカンドシートもヘッドレストが外れるような普通の後部座席みたいな感じになってるんですけど、撮影に行く時とかにも使うので、そういう時にねプロデューサーさんとかディレクターの人とか後ろに乗ることもあるので、なんかそういった人でも快適に乗れるようにそこはこだわりました。では最後後ろ行きましょう。はい、では今これ荷室を開けている状態です。でこの前納車の時にも言ったんですけど、プロボックス背は低いのにここが後ろがガバッと開くので、このかがんで作業しなくていいので、そこもすごい気に入ってます。ちょっとじゃあ俺も立ってみようかな。はい、じゃあこちらにどうぞ。はい、もう終わりでここが一応通常の荷室スペースになってて、でも多分キャンプとか今日とか荷物めっちゃあるので、今日とかは多分これだと足りないんですよ。でそういう時はセカンドシートを倒すと大きい荷室空間になるので、じゃあちょっとそれやってみる。いいよ。じゃあまずこれ外すでしょ、座面をね、座面はまず上げます。でこいつを倒す。できたー。できたー。ほらすごーい。何センチか測ってみよう。162とかかな。だから足がちょっと出るね。そうだね。斜めならいけるんじゃない？よいしょ。斜めだったら全然いけるぞ。全然いけるんだ。全然いける。本当だ。伸ばせる、つま先まで。ほら。でもなんかちょっと使用用途が違う感じするね。ということでただいま別の日の10時50分です。大事なことを言うことを忘れてたのに気づきまして追撮してます。旦那はどこ行っちゃった？旦那はカメラマンです。今日は出ません。雪国に行くことを想定して寒冷地仕様にしてます。いろいろ寒冷地仕様だと追加されてる装備があったので、それを紹介するのをすっかり忘れてました。いろいろあるんですけど、分かりやすいところだけ説明します。まずですね、このミラー水滴とかを取り除くっていうヒーター機能がこいつについてるっていうところですね。ミラーにね。だからやけに曇んないなと思ったんだよね。そう、それは思った。そして中なんですけど、フロントヒーターっていうのがついてるらしくて、通常より温まるのが早いんだって。であとリアヒーターダクトっていうのがあって、後部座席の下にさっき見たらあったんだけどダクトがあって温風が送られるので足の冷えを防止できるらしい。であと他にもあるんですが、分かりやすいところで言うと牽引フックがもともとフロントにはついてるんですけど、後ろにもこの寒冷地仕様だとつくっていうことで、こちらが寒冷地仕様でした。はい、ということでこんな感じで、はい、今のところすごい満足してるプロボックスなんですが、ここからキャンプ用品を入れて、今結構量があるので全部うまいこと入れば、もう最高の車認定になります。今じゃ最高じゃない？いや今も最高なんだけど、これで例えばじゃあ荷室がさ意外と入んなかったなとかなっちゃったらさ、ちょっと下がっちゃうわけじゃん。で一応ね荷物この荷物めっちゃあります。荷物ね目の前にねこういう風に並べてます。このプロボックスでのキャンプを夢見て
結構ねこれまで買い揃えて、そうそうそう、テントとかもね、そうテントも買ったんで、はい、そうやっと行けるね。そう、はい、で今回実はね荷物の中に一つね常設で、プロボックスに積みたいものっていうのがありまして、はい、ハイエースにもねポータブル電源を積んでるんですけど、やっぱね車中泊したりキャンプしたりとか、あとはまあ仕事とかでもねポータブル電源積んでるといつでもね携帯充電できたりとかバッテリー充電できたりとか、まあ、パソコンでね急に仕事しないといけない時とかにめちゃくちゃ便利なんで、プロボックスにも常設で電源ポータブル電源を積みたいなと思います。で、今回全くね新しいポータブル電源を持ってきましたので、ちょっとね、はい、それまずご紹介したいなと思います、はい、よいしょ。はい、もうねパッケージ見ればねもう分かる人は分かると思うんですけど、ジャクリさんの、1500っていうやつですね。1500なんで、めちゃくちゃ大きいポータブル電源になります。でまずは、はい、これが出てきました。これまでね他のモデルはポーチだったんですけど、うん、これはねセミハードケースになってまして、うん、すごいしっかりしてる。やば。じゃあいよいよね、よいしょ。はい、こちらです。あ、でもね全然持ち運べるこれ。あ、そう、うん、グリップがすごいしやすいよ。グリップがね、そうここにゴムがついてて、一番しやすい気がする。裏もねこういう風にゴム足になってるんで、キャンプ場とかに持ってっても大丈夫な足になってるんでいいよねこれ。だからコンセントが3つ口、うん、3つ口で、まあ、USB2 つに、USB-C1 つ、うん、今ね電源つけたんですけど、はい、こんな感じでね、電源がインプットアウトプットと出てる。すごいシンプルだよね。シンプルだね。見やすいと思います、で、これのね特徴としてインプットがね2つあるので、AC 電源をここに挿して1個使って、でもう1個も使えるから、1つは走行充電みたいな感じで、なんで2つの入力があることによって充電スピードの効率がすごい上がるっていうのはこれのねすごい特徴です、ソーラーと走行充電の2つの充電で結構復活するらしい。で今ね 39%。 じゃあこっからさ、2時間半ぐらい、ドライブするから、それでどれくらい復活するのかを見てみよう。そうだね。はい、ではここからどんどん積んでいきます。はい、ただいま7時50分です。ではどんどん入れていきます。全部入りました。はい、ということで荷室こんな感じです。もうちょいいけそうぐらいの感じで収まりました。そうだね。今回冬なので結構ふわふわ系がね多くて、布団とかねめちゃめちゃかさばるもの多いんですけど余裕で入りました。横もこんな感じ、すごい綺麗に入れられた。薪も食材も入ってるので一式入ってます。ということでプロボックスはすごいいっぱい荷物が入る車ということが判明しました。もう最高です最高の車でした、やっぱり見込み通り。じゃあこれで今日はキャンプに行ってきます。はい、ただいま8時6分です。はい、じゃあねもう準備もできましたんで、はい、僕らはねこれからキャンプ場に向かいたいと思います。はい、なので次回の動画ではそのキャンプ場で、プロボックスで初めてのキャンプということで、はい、ご覧いただければと思います。はい、はい、まあ、今回ねやっぱプロボックス改めて、1週間ぐらい乗ってみて本当に使い勝手よくて、まあねもうプロボックス来てからは、嫁一人でねバーって行っちゃうんで、あ、そうだね。そうもう僕は用なし用なしですね完全にそうかなりね、そうじゃないよ商用車のイメージ強いと思うんですけど、本当に乗用車としても絶対これいいと思うので、切りのいいところでまたねレビューしたりとかもしていきたいと思います。はい、はい、今回ご紹介したジャクリさんのポータブル電源なんですけれども、そちらキャンプ場でもちろん使う予定ですし、はい、ちょっと今回ねソーラーパネルも一緒にご提供いただいたので、はい、キャンプ場ではそのソーラーと実際に使うところもお見せしたいと思いますので、はい、そちらもぜひ見てください。はい、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思った方はいいねボタンとチャンネル登録&TikTok チェックもお願いします。お願いします。ではまた。